皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは私がどうやって英語を勉強したか、そして今どうやって、その言語を勉強しているかについてお話しします。以前のエピソードで日本語をどうやって勉強するかっていうのをお話ししたんですけど、じゃあ実際私はどうやって言語を勉強しているか、または言語を勉強したかについてお話しします。So since I'm going to talk about how I learned English, let me introduce myself in English a little bit. Hey guys, if you're new here, I'm Hannah. I make podcasts about Japanese culture, news, and I share a lot of different things in my personal experiences in Japanese. In this episode, I'm gonna be talking about how I learned English and how I'm learning other languages. I don't think I'm fluent in English yet, but I hope you guys can learn something from here to enjoy your learning journey. いきなりちょっと英語で自己紹介とかこのエピソードで何を話すのかっていうのを紹介してみました。私の英語がどうかっていうのは置いといて、私がどうやって学んだかっていうのを、お話ししていきます。では、なんか自分の自己紹介というか歴史を話すみたいな感じになってしまうんですけど、私は日本生まれ日本育ちの日本人で、両親おじいちゃんおばあちゃんみんな日本人です。なので英語を小さい頃から勉強していたとかっていうわけではないし、小さい頃からめっちゃ身近にあったっていうわけでもないです。私のいとこがカナダ人なんですけど、なんやじゃあ身近に話せる人おるやんって思うかもしれないんですけど、私のいとこは日本語が本当にペラペラネイティブなので、会話するとき一緒に話すときに英語を使ったことは一度もありません。なので私が小さい頃から英語を触れる環境にいたわけではありません。そして学校、小学校、中学校、高校と全部公立の学校に通って、パブリックスクールに通って特別何か英語に特化したとかすごい教育を受けてきたわけでも全然ありません。私が学生だった時は中学校から英語の授業が始まって、なので13歳から英語の授業があって、中学校高校と3年間ずつなので合計6年間他の方と同じように英語の授業を受けてきました。これで基礎的な本当に基礎的な単語とか文法とかは学んだんですけど、学校の英語の授業ってそのテストをパスするため、テストに合格するための英語なので、全然日常会話とかはできなかったです。中学生の時に2年間週に1回英会話に通っていました。ですがそこで特にめちゃめちゃ勉強したわけでもなく、話せるようにもう全然なりませんでした。グループの授業だったので一人が話す時間っていうのももちろん少ないですし、ネイティブの人と会話をするっていうのはあったんですけど、本当に簡単な自己紹介みたいな、それぐらいしか多分できていなかったと思います。高校生の時、15歳16歳の時に初めてオーストラリアに10日間ほど行ってホームステイをしました。これが初めての完全にその英語の環境に身を置いた時でした。海外旅行が初めてだったってわけじゃないんですけど、完全に英語自分一人の環境でした。でその時も本当に全然英語は分かんなくて、 Google 翻訳をめっちゃ使ったのを覚えてます。この時の Google 翻訳ってもう全然まだまだ今と比べると機能が劣っていたので、ちょっと会話するのにもいろいろ調べたいけど、これで合ってるんかな、なんか違う気がするな、分かれへんっていうのをもう本当に1フレーズを5回ぐらい調べてっていうのをやってました。なのでホームステイしたんですけど、
めっちゃ会話したとかっていう記憶もあんまりないです。そして次の年、高校2年生の時、この時私は16歳、7歳だったと思うんですけど、この時にマルタという地中海にあるヨーロッパにある島の国なんですけど、ここに行って1ヶ月間ホームステイをしました。この時は1ヶ月間語学学校に通って英語を毎日月曜日から金曜日まで勉強してっていう感じだったんですけど、1ヶ月いたらリスニング力は確かにちょっとは上がった気がしてましたけど、口から英語がスラスラ出てくるようになるっていうことはあんまり体感としてはなかったです。この時も Google 翻訳とかめっちゃ使ってましたし、あとこの時は日本人も周りにたくさんいたので日本語も結構使っていました。なので夏休みの1ヶ月間行ったんですけど、まあなんかって感じでしたね。1ヶ月もいたらちょっとぐらい成長するんじゃないって思うかもしれないんですけど、まあ高校生だったっていうのは言い訳なんですけど、いろいろ遊んだり観光とかもたくさんしたのでめちゃめちゃ勉強したっていうわけではなかったです。そしてまあ高校は普通に高校の授業を受けていただけだったので、簡単な会話とかはできて、あとはリスニングもなんかドラマとか見たら多分 3,4 割はわかるけど、ドラマって話すスピードもとっても速いしスラングとかもいっぱいあるので、全然この時はまだ理解はできていなかったです。そして学校でめちゃめちゃ勉強ができていた方でもないので、本当にいつも平均点とかぐらいでした。高校を卒業するまでに海外旅行に行く機会が何回かあったんですけど、お店で買い物をするときとか英語で話すのをめちゃめちゃ緊張したのを覚えてます。うわ、これ合ってるかなとか、なんか何回も聞き返されて、もう分かれへんどうしようと思って翻訳のを見せたり、逆に聞き取れなくてもうどうしようってなって、なんか適当なことを言って多分その場を乗り切ってたと思います。なので全然その簡単に問題なく意思疎通ができる程度ではなかったです。高校までで1個練習したなっていうのが一つあって、それは洋楽を聴いて真似て歌うっていう練習はめちゃめちゃしてました。テイラー・スウィフト、皆さんご存知ですよね。テイラー・スウィフトの We're Never Getting Back Together っていう曲があるんですけどっていうかありますよね。その曲の話しているパートがあるんですけど、話しているパートがなんかSo he calls me things like I still love you みたいな感じで話すパートがあるんですけど、これは当時の私からしたらもうめちゃめちゃ早いし、本当に何言ってるか分かんなかったんですけど、これをもう何回も何十回も何百回も言えるように練習したのは覚えてます。これを解説している YouTube の動画があって、それを一個一個ゆっくり止めて So he calls me up and he's like みたいな感じで練習したのを覚えてます。こんな感じで洋楽は好きだったので歌えるように、練習はしていました。じゃあまあ本当に私の英語力がいつ伸びたかなんですが、私は高校を卒業して海外の大学に進学しようと決めました。そこから1年間英語の塾に通いました。そこで本当にめちゃめちゃ勉強しました。海外の大学なので TOEFL とか IELTS のテストを受けないといけなかったし、なのでその塾では TOEFL とかのテストの勉強もあったし、プレゼンテーションをたくさんするっていう授業もあったし、あとはもう本当にいろんな教科書とかをもうひたすら読むリーディングのクラスとかもあって、そこで本当に毎日めちゃめちゃ勉強しました。この時に CNN10 っていう YouTube のチャンネルというか CNN がやっているチャンネルがあるんですけど、これをもう毎日見て、毎日そのニュース何を言っているか要約して、自分はどう思うかみたいなのも話してっていう授業とかもあったりして、この1年を過ごした後に英語力は結構伸びたなって思いました。そして留学して大学の授業は全て英語で、あと友達とかとの会話も全部英語だったので、これを毎日続けることで今のレベルに来たかなって思います。でも私はフランスに留学したので、
そのネイティブの英語を聞いていたわけではないです。なので発音も全然まだまだ頑張らないとなって思うことがたくさんあるし、あとスラングとかその国によって違う、アメリカ、イギリス、オーストラリアとかいろいろありますよね。その国によって違うボキャブラリーとかの数はとっても少ないと思います。なのでそういったところはもうちょっと勉強しないとなって常に思っています。これを聞くと留学してるし、英語の塾にめっちゃ通ってるし、普段皆さんが取り入れれるようなことはあんまりないかなって思ってしまうかもしれないんですけど、そんなことはなくて学んだことはいくつかあります。一つ目はやっぱりその言語に浸るっていうのがとっても大事だと思います。その留学するのは一番簡単ですよね、この環境づくりっていう点においては。でも留学しなくても、もう朝起きた瞬間からその学びたい言語の、皆さんだったら多分日本語の何か教材とかポッドキャストとかもう何でもいいんで、自分の好きなものを聞いて、ただ聞いているんじゃなくて集中して一言でも多く何を言っているか理解しようっていうマインドで集中して聞いて、でわからない単語があったら常に調べる癖をつけてっていうのがとっても大事だと思います。自分でどれだけその言語に浸る時間を多く作れるかっていうのが大事だと思います。私もその国は違えどフランスに行ったけど、フランスに行ってからめちゃめちゃ英語力は伸びました。なんでかっていうと、授業とか友達との会話が全て英語だったので、英語っていう環境にいました。なので英語力が、伸びていったかなと思います。そして単語を覚えるのにはやっぱりフラッシュカードを作るのが一番かなって思います。暗記とかクイズレットとかいろいろありますよね。私が英語を勉強していた時はクイズレットをよく使っていました。なんか一回英語の単語テストあるっていうのを前日に知って、うわやばい全然勉強してないっていう時があったんですけど、前日にその必要な単語を全部クイズレットに入れて、それをもうただひたすら答え合わせして覚えて、覚えてない、スペル何やったっけなみたいなのをただひたすらクイズをしていたら、次の日のテストでもパスできたんですよ。なのでその思い出すっていうこと、繰り返すのと思い出す、自分をテストするっていうのがとっても大事だと思います。もうこれは言語を学んでいる方だと聞き慣れた方法かもしれないんですけど、やっぱりこれが一番大事だなと思います。そしてやっぱり話せるようになりたかったら、話す練習は絶対にしないといけないと思います。そのいきなりネイティブの人に話す練習をする必要はなくて、今日学んだフレーズはどういったシーンで使えるかなっていうのを自分で考えて独り言で使ってみるっていうのはとってもいい方法だと思います。私も結構多分独り言をブツブツ言っているタイプなんですけど、それを英語で言ってみたり、最近は韓国語を勉強しているので韓国語で言ってみたりっていうのをやると、このフレーズなんて言うんだっけっていうのがすぐわかるので、その時にちょっとメモっておいたり、時間があったら調べたりして、それを暗記とかに入れてて、その日の夜とか、次の日時間がある時に復習するっていう、もう本当にこの繰り返しだなと思います。英語は会話するのは多分そんなに困ることはないんですけど、やっぱりアメリカ人とかイギリス人とか英語ネイティブの方と話すときは、ちょっと早いって感じるときもたくさんあるし、このフレーズどういう意味、この単語どういう意味って聞き返すときも全然あると思います。最近いっぱい会話するシーンがあるわけではないのでちょっとわからないですが、全然ネイティブのスピードについていけないこともあるんですけど、聞き返すことはできるのでそんなに困らないかなと思います。専門用語をたくさん言われるとさすがにわからないことはたくさんあるので、そういったことがなければ英語話せますって言えるかなと思います。やっぱり使わないと忘れていくので、最近は使う頻度がもう圧倒的に少なくなっているので、もうちょっと使う場面とか聞く場面を増やしていかないとなと思っている感じです。では次に、今集中して勉強している言語は韓国語です。
韓国語はなんで勉強しているかっていうと、K-POP が好きだし、韓国ドラマもめっちゃ見るし、あと韓国も好きで旅行も何回も行ってるので、もっと勉強して上手くなりたいなっていう理由から勉強しています。韓国語を集中して勉強しているって言ったんですけど、全然会話を韓国人の方とするっていうレベルではないと思います。ドラマを見ていたら多分3割ぐらい、30%、簡単なシーンとかだと 40% ぐらい理解できているかなと思います。韓国で話せるのは短いフレーズとかだと話せるんですけど、本当に안녕하세요 저는 하나입니다こんな感じです。韓国語はまだまだ勉強中なので、これから頑張っていこうというところです。やっぱ普通に、いろんなことについて会話する、雑談するっていうのはまだまだかなって思います。韓国語と日本語は似ているところがたくさんあるので、文法をがっつり学ぶっていうよりかは、使える語彙とかフレーズを勉強してって、それを会話で使えるように、独り言でも最近は韓国語でこれなんて言うんだろうっていうのを考えていっぱい調べたり勉強したりしています。韓国語の単語の勉強は暗記を使っています。やっぱり暗記はフラッシュカードのアプリなんですけど、これは単語とか何か覚えたいものがあるときは最強のツールかなって思います。あとはNetflixでドラマを見るときは日本語と韓国語の字幕をどっちもオンにして、基本的には韓国語のフレーズを見たり、わからないときはちょっと止めて単語を調べたり、毎回するわけじゃないですけど、エネルギーがいっぱいあるときはそうやったりしています。そしてシャドーイングもしていて、そういったドラマのフレーズとか一回止めて言ってみたり、あとは止めずに理解できた、キャッチできたところだけリピートしてみたり、そんな感じで勉強しています。なので私も言語は勉強してきたししているんですが、全然ポリグロとかそんな感じではないので、私はこうやって勉強しているよとか、いろんなコツとか秘訣、tips みたいなのがあれば、ぜひコメントで教えてください。今回は私が英語を学んだ方法というか過程、そして今どうやって韓国語を勉強しているかについてお話ししました。長い私の歴史みたいになってしまいましたが、皆さんの日本語の学習の参考になればなと思います。あんまり参考になる部分があったかわかんないんですけど、こうやって勉強をしてきたっていう人もいるんだぐらいに思ってもらえればなと思います。言語学習って本当に大変だし、もう時間めっちゃかかるし、進歩が全然見えないし、ということでその心が折れそうになるっていうこと何回もあるかもしれないし、皆さんも経験したと思うんですけど、もう私も数えきれないぐらいもう嫌かもって思ったんですけど、皆さんがこの日本語ポッドキャストを聞いてくれている間、この時間、そして今まで日本語学習に費やしてきた時間は絶対に無駄なものではないので、これからも楽しみながら日本語の勉強を頑張ってもらえたらなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。